皆さんこんにちは。こちらはアンパパ Q1 です。現在の値段は42,000円前後です。旭化成と ESS テクノロジーの2つの DAC を搭載したユニークな商品です。今回はこの DAC の性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。最高クラスの IC チップで構成されています。性能は現代のトップクラスです。ヘッドホンアンプにも力が入っているようですが、肝心の出力インピダンスが不明です。これは測定で明らかにしていきます。これと関連する商品に次があります。アンパパの製品はこの3つです。D1 は以前ご紹介したアナログ入力の高性能デジタルアンプです。今回ご紹介する Q1 はこれと組み合わせて使う DAC です。このモデルは販売元から提供していただいた新品です。外観を見ていきます。フロントパネルに 3.5mm のヘッドホン端子があります。こちらは付属のリモコンです。直感的に操作できるレイアウトになっています。付属の AC アダプターは 12V2A です。裏側を見ていきます。デジタル入力の他にアナログの出力端子が2系統あります。電源を入れます。標準の画面にはいろんな情報が表示されます。一番上の列は入力のフォーマットと DAC の割り当てです。メニューを見ていきます。これは最初の階層です。インプットは入力信号の選択です。チップセレクトを見ていきます。ヘッドホンのチップとライン出力のチップを選択できます。2系統のライン出力に別々の DAC を割り当てることができます。セッティングの中身を見ていきます。フィルターの中身は DAC のローパスフィルターです。いろいろありますが、音に関係しませんので、ここはいじらなくていいでしょう。UAC は USB でつないだ時の規格です。アウトプットはヘッドホンをつないだ時の動作とゲインを設定する項目です。ヘッドホンアンプのゲインは2種類選択できます。インピダンスの高いヘッドホンはハイゲインで使います。LED カラーは内部照明の色を設定する項目です。プリセットが用意されていますが、RGB のレベルを細かく調整できます。ライトは表示の明るさを調整する項目です。10% から 100% まで10段階の調整ができます。
これはフロントパネルに表示するメーターを選択するところです。アンパパ D1 に内蔵されていたスタイルに加えて、新しいスタイルが追加されています。逆回転するレコードのアニメーションはユニークです。ボリュームは99ステップあります。加速しないので頑張って回す必要があります。中身を見ていきます。ガラスに金属のメッシュが入っています。これは外部からのノイズを防ぐためのノイズシールドでしょう。裏側にはほとんど部品がついていません。これは入力端子と LED だけの基板です。この辺りは AKM の周辺回路がまとまっているようです。こちらは ESS の周辺回路です。たくさんのリレーが並んでいます。これを使って複雑な信号の切り替えを実現しています。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。AKM も ESS も完全にフラットです。これらの DAC に音色の違いはありません。過渡応答も完璧です。こちらは歪みです。完全に重なっています。歪みも全く同じです。これは出力のバッファアンプの性能でしょう。こちらは他の DAC と比較した結果です。マーク・レビンソンはハイエンドの参考ですが、これと同等以上の性能です。今や DAC の性能は限界に達したと言っていいでしょう。こちらはダイナミックレンジです。AKM の性能は問題ありませんが、ESS がダメですね。どういうわけか 110dB を超えたあたりで桁落ちしています。耳でわかる違いではありませんが、気になる人は AKM で使うといいでしょう。
こちらは出力インピダンスです。100オーム一定です。これはハイエンドの性能です。どのような機器と組み合わせても色付けなく信号を伝送できます。ヘッドホンアンプの性能を見ていきます。ほぼカタログスペック通りです。1000mW ありますから、あらゆるヘッドホンを余裕で駆動できます。こちらはヘッドホンアンプの出力インピダンスです。1オームが一つの目安ですが、その半分です。あらゆるヘッドホンを色付けなく駆動できるでしょう。こちらはボリュームのギャングエラーです。ごくわずかな誤差があるだけで一直線です。全く問題ない性能です。こちらはインパルス応答です。この形はローパスフィルターの設定で変わります。リップルの出方に違いがありますが、耳に聞こえない違いです。ちなみにこれをフーリエ変換すると最初にお見せした周波数特性になります。インパルス応答がどうあれ、周波数特性が過聴域でフラットなら音に関係しません。この DAC の音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。今回は DAC の音の違いをお聞きいただきます。1番は旭化成の音です。2番は ESS テクノロジーの音です。どちらも周波数特性がフラットですから、全く同じ音に聞こえるはずですが、果たしてどうでしょうか。DAC に音の違いはあるのか、インパルス応答の違いが音に関係するのか、今回は答えを伏せてお聞きいただきます。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてるまだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ
いかがでしたでしょう。ダックの音の違いが分かった方は何番がどっちだったかお聞かせください。ダックの性能はもはや限界に達したと言っていいでしょう。ヘッドホンアンプの性能もハイエンドクラスです。同じアンパパ D1 と組み合わせることで現在望みうる最高クラスの音質を手に入れることができます。この商品は内蔵されているダックを切り替えたりオペアンプを交換できるように工夫されています。好きな石を組み合わせて自分の好みに近いサウンドを作り上げることができるでしょう。現代のオーディオ機器はダックもアンプもすでに性能の上限に達しています。何に買い替えてもこれ以上の音質向上は望めない状況になりました。ダックやオペアンプに音の違いはありません。違いはイメージだけです。最上級の音質が数万円で手に入る現代において、これらのオーディオ機器は物の作りや搭載するチップのイメージで勝負する時代になったと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。